こんにちは。我々技術者はハンダ付けに命を懸けています。常に美しいハンダ付けを求め、日々を過ごしているのです。今回はハンダ付けで使う新しい工具を色々と買ってみたので、簡単なレビューとハンダ付けの練習をしてみたいと思います。まずは、太陽電機産業、グート ST93 のレビューです。ただのハンダ付け用アームなのですが、日本製で高価です。モノタロウのやつは1000円くらいですが、この子はヨドバシで3750円くらいします。理由としては、クリップが2種類ついていること。一つはゴムのカバーがついていて、もう一つは丸いものを加えられそうな大きめのクリップです。配線を掴むときに跡がつくと嫌だなぁ、と考えたのと、ジャックとカポットを掴みやすそうなので、グッドのいいやつを買ってみました。とりあえず、その辺にあった配線をハンダメッキしてみます。ルーペもついているので、調節車もできます。ジャックのハンダ付けを練習してみましょう。ハンダ吸い取り線で天ぷらになったハンダを吸い取ります。配線カット用のニッパーが死にかけているので、新しいニッパーが欲しいなと思っているところ。被覆向きで引っ張って被覆を剥くと、刃の寿命が縮まります。でも簡単だからやっちゃう。もちろんハンダメッキ。安定して保持できているので、とても良い。ビニール系の配線だと近くをつまむと、熱で被覆が歪む。予備ハンダ。今使っているハンダはケスター44。どちらも予備ハンダをしたものをジャックの穴に入れてハンダ付け。これは差し込みすぎた。配線材とジャックの部分が直接触れ合っているのが理想。このハンダは通して固めただけなのであまり綺麗でないです。ハンダの量はギターでは普通くらい、ハンダ屋さんに言わせれば超盛りすぎ。気に入らなかったので、もう一度ハンダは同じゲスター44。今回の状態は多分熱しすぎ、ヤニが焦げてハンダの表面が曇ってる。ST93 は良さげ。ジャックをハンダで埋めてからハンダ付けするとなんかいい感じにならなかったので、やり方を変更。配線、ジャックに軽く予備ハンダを押し付けるように仮ハンダ。後からハンダを流し込む作戦に。この方法なら配線とジャックの設置面積を増やせて、天ぷらハンダになりにくい状態にできる？でもハンダを流し込んでいる最中に配線を押さえつけたいので、3本目の腕が欲しい。普通のハンダ業界だとこのくらいのハンダの量でちょうどいいくらい？ギター業界だとこのくらい？今回はハンダのテカリと配線の密着がいい感じ？ケスターのフラックスは、
剥がさなくても良い気がしたけど、多いと気になる。剥がすと逆に酸化しやすくなって良くない。今まで使っていたのは、普通のケスター44で、新しく世界最高の品質のアルミット KR19 を買ってみた。アルミットのテープ。初アルミット。少し煙い。予備版出しすぎ、多分。なんとなくさっきの少し予備版だして付けて後から流し込むのが気に入ったので、もう一回。ここで配線を押し込むように仮付け。少しでもジャックと配線が触れる面積を増やしたい。配線を支えるために逆側のアームを使うことを覚える。でも、テンションの維持が難しい。ハンダ盛りすぎといえば盛りすぎなのだが、このくらいはギター系だと普通に見る。もう一回やるので外す。次は NASA の版だ。嘘です。いや、本当なのか？同じアルミットで、KR19RMA。さっきと同じように配線の予備版だから。さっきと同じやり方で。ここで配線をハンダで押さえ込んで、さらに左手で持ち上げる、そんなイメージ。違いはよくわかりませんでした。今回は普通のアルミットで、クロスワイヤーの予備版だ。
小手先は常に綺麗に。ポットの配線の練習をしてみます。ジャックと同じようにとりあえずやってみる。さっきとちょっと配線が違うけど、気にしない気にしない。本当はこの時、配線を押さえつけたい。今度は RMA。余談ですけど、クロスワイヤーってどうやって皮膚剥くのが正解なんですかね？普通のワイヤーストリッパーだとうまく剥けないのでカッターで剥いているんですが、皆さんどうやって剥いてます？配線をクリップで押さえつけてハンダを流し込み、これは流し込みすぎ。多分熱しすぎで下までハンダが流れた。今度はケスター44。フーム。こんなものかなぁ。ハンダのテカリがいい感じ。次は、メッキされたポットのボディにハンダ付けしてみる。この時にヤスリで削る方法もあるけど、美しくならないので却下。ペースト状の矢にフラックスがないから、ハンダの中のフラックスでなんとかする。グートの BS850 が望ましいのかもしれないが、量も多いし、高いので買う勇気がない。BS850 を小さいケースで 100g くらいで売ってくれないかな。なんとなく、この方法でやってるけど、ポットに熱をかなり加えるので、おすすめではないです。ハンダを乗せてた部分のメッキが剥げてるのがわかるでしょうか。この上はハンダが乗ります。日本製のポットでギターのことを考えてポットボディにハンダできるポットは死にました。ギターメーカーが作ってもらっているポットはハンダが乗ると思いますが、普
通に売っている日本製ポットでハンダが乗るのはほぼない。そして買っちゃいました。発光 FX901。それとエネループプロ単3電池。FX901 は単3電池4本でハンダ付けできるすごいやつです。手に持った感じのチープさが半端ない。ですがなかなか良い。カバーを閉めるとスイッチが切れる安全設計。買った工具には可能な限り日付を入れるのが私の趣味。とりあえず使ってみる。スイッチを入れてどのくらいで使えるか見てみる。はい。これはジャンクボックスにあったハンダが乗る国産ポット。普段、発光の FX600 を使っているのですが、もう少し小さいし、型の小手先も欲しかったので買った。大きいのが C3、小さいのが C2。使ってみる。ポットの上にハンダ付けするだけなら、普通のとんがった小手先の方が使いやすい。ハンダが乗る大きさをコントロールしにくい。FX901 でやってみる。いかにフラックスを溶かして、ハンダを乗せる大きさを決めるかが大事？やっぱり、私は、とんがった小手先の方がポットのボディは、ハンダが乗せやすい。
TS901 はハンダ吸い取り線は厳しいみたい。何回でも練習するよ。ハンダを先に離すのは分かってるができない。このくらいの大きさのハンダは普通に乗せられるので、普通に C 型の小手先でいいかも。でも、細かく乗せる場合はとんがったやつの方が乗せやすい気がする。配線をつけてみる。なんとなく一周つけてみた。小手先お掃除ワイヤーも買った。グリーンピースの缶詰の缶に詰めて、お出かけ用リペアボックスに FX901 とお掃除ワイヤーとハンダを入れたら、これでどこでもハンダ付けができるようになりました。海、山、川、どこでもハンダ付けができる。